日本とアメリカも同じ問題抱えてます。マスコミ。日本ではマスゴミ。全く信用できないことですよね。国が違うかもしれないんだけど、同じ問題がアメリカ人にも日本人にもあります。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。マスコミ。大きく言うと、ジャーナリズム。ジャーナリズムの定義を一度読んでみましょう。ジャーナリズムの基本原則は、客観報道は現代ジャーナリズムの基本原則となっている。客観報道は多くの場合、1、報道事実を曲げずに描写すること。2、報道する者の意見を含まないこと。3、意見が分かれる事柄は一方の意見に偏らず報道すること。そういう定義になっているジャーナリズム。この定義を基づいて、今のマスコミを見て、ジャーナリズムってやってると思う？残念ながら私は全くやってないと思います。ジャーナリズムっていうのは全く違ってきたと思います。まずはですね、不誠実なことなんですよね。何より不誠実。不誠実の中ではいろいろあるんですよ。もちろん、一番わかりやすく不誠実っていう例として、全く違うことを報道する。目をつぶって事実を報道せずに、完全に違うことを報道することは不誠実な一つの例なんだけれども、もう一つの不誠実なことがありますよね。アメリカも日本もそうだと思うんだけど、わざと報道しないこと。報道しなきゃいけない事実があって、潰しておくこと。報道しないこと。これもえらい不誠実だと思います。よく言われているのは、報道しない自由ということがあるんですが、本当なんですか？ジャーナリストとして事実を探して見つけて、それを報道することが、さっきの定義通り、私の頭の中にあるジャーナリズムというのは、そこなんですよ。多分一般の人もそう思ってるからこそ、どんどんマスコミに対する信用度がどんどんもう落ちてきたんですよね。信用できないことになってしまうんですよ。アメリカも昔 CBS、ABC、NBC、この3つのでっかい強大な放送局3つしかない時があったんですよ。自分もまだ若い時に。その後 CNN が生まれてきて、FOX が生まれてきて、それ以外にもたくさん出てきた中でも、最近特になぜマスゴミが目立つようになってきたかっていうと、英語ではシティゼンジャーナリスト。要するに一般人が自分で見ていることを録画して報道することがどんどん増えてきた。この世の中、YouTube もそうだし、X もそうだし、Instagram もそうだし、日本の場合、ニコ動画とかもあるし、別にジャーナリストじゃなくても、ジャーナリスト専攻してきたものじゃなくても、自分はエリートで自分の頭の中で思ってなくても、普通の一般人、一般の人が報道できるようになったからこそ、日本の場合は TBS ですか？ NHK ですか？朝日ですか？日本テレビですか？この4つぐらいでしょうかね。信用できるかできないか。なんでこういうのは報道しないんだろう。なぜこういうことしかないんだろう。例えばですね、トランプ元大統領のことが、日本のニュースは自分を除いてるんだけど、あんまりいいことは報道されないんですよね。なぜ？トランプに対して、すごい何でも取り調べて、これして、あれして、嘘を作って、もともとあった事実をわざと変に編集して報道していくことがジャーナリズムですか？自分の中ではトランプみたいな人は嫌い、好きじゃない。それはね、一人一人の意見の中ではそれ全然問題ないんですが、ジャーナリストとしてそれを置いて正しいことを報道するべきじゃないでしょうか？それはジャーナリズムだと私は思います。それをちゃんとしてくれるなら、もっと信用とかもっとね、見たいと思うんだけど、みんな離れていくのは、明らかにわざと正しいことを報道してないことがバレてしまった。アメリカ人の視点から最近のニュース気になるところいくつかあります。まずはトランプに対するフェイクニュース。フェイクニュースはこの人はヒトラー。
この人はナジ。この人が大統領になったら、トランスジェンダー、みんなの権限、国民としての権利が全部取られちゃう。中節のない世界とかっていろいろな過激なことがトランプに対してはよく報道されるんですよね。いくらでもあるんですよ。しかし、報道しない、わざと報道しないことにしていることの方が、俺は大きな問題だと思っております。例えば、今のハリス、副大統領、大統領候補者として、いつからバイデン大統領の地方がこの状態になっているのか、いつから分かったのか。マスコミも誰からでも数年前から見て大丈夫なのかっていうことは誰でも先生じゃなくても専門家じゃなくてもちょっとボケてきたんじゃないか、大丈夫なのかっていうことを潰して報道しなかったこと。バイデン大統領の息子のハンターさんのラップトップの情報。日本で報道されないからご存知じゃない方がいるかもしれないんですが、調べてみてください、自分で。ハンター・バイデンのラップトップの事件。わざとそのニュースを潰したんです。出てこないように。以前の選挙の前にちょうどなってた大きなニュースが完全に潰された。報道しないマスコミにも責任があると思います。報道することによって、それかしないことによって、選挙結果まで完全に違ってくることもあるので、無責任なんですよね。それは。だから信用されない。だからみんな離れて、他のところでニュースを取ろうとしている。私もそうなんです。昔はね、NHK 見るのがすごい日本語の勉強にもなったんですが、見れなくなったのはほぼ10年ぐらい前からなんですかね。嫌になってきたんですよね。正しいアメリカのニュースとかは毎日取り上げられるんだけど、なんでこういうニュース、なんでこの報道の仕方正しくない。俺の意見と全く違う。俺の見てる事実と全く違うことしか報道しない。それか報道されるべきなことは全く出ないことがすごい嫌だったんですよね。見なくなったんです。アメリカの兄弟第三のテレビ放送局も全く見ないことにしているんですよね。他にケーブルニュースとかっていろいろある中では、X も出てきたり、他のところ出ていろいろ見て、自分の脳みその中をフィルターをかけて、これ正しいのか正しくないのか本当なのか本当じゃないのかっていうのはね、やっぱり我々は一人一人をしなきゃいけない時代になってきたんですよね。任せてはいけない。こう言われたら信じていい。振り返って考えると、正しく報道されたことありました。偽りのニュース、フェイクニュース。なぜこうなってきたのかっていうことをやっぱり考えちゃうんですよね。最終的にお金なんですよね。アメリカのマスコミ、主なマスコミ、ほとんどのマスコミがアメリカの製薬会社、アメリカの大きな大手のところのお金に完全に頼っているんですよね。完全に。そのお金がないとやっていけない。製薬会社などの大きな金のあるところが政治家とつながっている。民主党、共和党、どっちも正直に腐ってるんですよ。腐ってる。100% 腐ってる政治とのつながり。このことで、マスコミにも台本、もうこれを言って、これを言ってね、言わなくても、マスコミ側では、こういうのはちょっと言ってはいけない。こういうのは言っていいっていう計算があるわけなんですよね。そして以前も言ったように、どっかから毎日のように、偉いジャーナリストたちの目前に、同じような台本がどっかから折れてくるんですよね。同じことがアメリカのニュースをよく見れば、同じことこっちもあっちも、全く関係ない放送局でも、全く同じことを言ってるんですよ。キーワードが毎日のようにあるんです。今日のキーワードは、weird にしようとか、今日はこの言葉にしようとかってみんな言うんですよ。それジャーナリズムですか？ジャーナリズムではないと私は強く思っています。約30日前にハリスが副大統領から今度の大統領選の候補者になりましたよね。記者会見一度もやってないです。座って質問を受けて答えたことは一度もなかった30日間。はい。ジャーナリストたち、それ許せることなんですか？もしトランプが30日間が消えて、何の言葉ない、演説がない、
ことになったら何をするでしょうか？なんでいないのか、どうなってるのか、病気抱えてるんじゃないか、死にかかってるんじゃないか、なんで出てこないのか、なんで事実を教えてもらえないのかって絶対すごいお騒ぎになるのに、ハリスに対して一言も言ってないんですよね。批判がないです。どちらかといえば、もともと副大統領の時にバカにされた、この人はできない副大統領ってなってて、もしバイデンは今度ね、大統領選挙に出るのであれば、ハリスの代わりに誰か代わりに入れた方がいいんじゃないかと言われたハリスがいきなりスターになった。この人は立派な、もうすごい人、アメリカのために彼女ほど考えてる人いない。ハリスじゃなければ民主主義は崩壊するほどのすごいこのファンタジー。ハリスを持ち上げの行動がすごいなんか臭いんだよね。逆になぜ出てきて質問とかを答えてくれないか。なんでこれから予定している大統領としてやろうと考えていることを正直言わないのか。なぜ彼女を選んだ副、大統領の候補者のウォルズさんにきつい質問。トランプとバンスと同じぐらい、そこまでじゃなくても、なぜ同じぐらいは追求しないのか。そこが問題なんですよ。本当に。一人一人のジャーナリストとして意見を持ってるいいんだけど、報道するときに、さっきの定義からいくと、事実を曲げずに、自分の意見を入れずに報道すること。私の番組とこの YouTube と違うんですよ。これ、オピニオン。これはね、自分の意見なんです。テレビに流れるニュースは、オピニオンじゃないニュースである限りは事実。ぜひ報道してください。無理だと思いますが、みんな一人一人は違うところから、ちょっと怪しいなと、なんか変だなと思ったら、他で調べてみてください。本当に面白いのが出てくるんで、常識がない世の中になってしまったんですよ、今は本当に。常識がない上のエリート、政治家も、ジャーナリストも、あの人たちが本当に責任持ってるはず。どっちかといえば、もっともっと、俺らより常識が持ってるはずな人たちに、常識のない世の中になってきたからこそ、一人一人で自分たちを、ジャーナリストまでならなくても、自分の頭の中のフィルターをちゃんとかけて、いろんなところから情報を仕入れて、情報収集して、とかけてやってくださいということは、私は言いたいんです。岸田総理大臣が今度の自民党の総裁に出ないニュースが、最近、今度のね、マスゴミの動きを本当に要注意ですよ。強い人、本当アメリカみたいに出てくると、どんどん叩かれる。ジャパンファーストという人が今のジャーナリストにどんどん叩かれるからこそ、一人一人を支持したいのであれば、支援をもう個人レベルでしていかないと。そして投票しないと、どんだけ汚いこと、アメリカのマスコミと日本のマスコミ、これからあるのか、もう想像できない、もう怖い報道はあるんじゃないかと、私は、感じていますので、本当は一人一人ご注意ください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ジャーナリストには普通の一般人より責任があるんです。不誠実な報道などを許してはいけません。我々は本当はプレッシャーをもうプッシュバックしないといけないことなんですよね。アメリカ大好き。日本も大好き。国のために本当にこの上から来る明らかな嘘とフェイクニュースに対して我々一人一人を立ち上がって本当にプッシュバックしないといけないですよね。日本愛、アメリカ愛があるのであれば、もう一人一人のレベル、個人レベルでは動くしかない時代です。私はできる限りはやりたいと思っております。本当にもっと楽しい動画を出したいと思ってるんですが、本当にね、この世の中はね、数年前からもう黙ってきたことも黙れないです。今までの日本とアメリカは大幅に変わろうとしているので、いろいろな面で。我々一人一人は本当に誠実を持って見ていること、明らかに分かること、正しいことを言わないといけないなって思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。スティーブ的視点のグッズがあります。こういうキャップとステッカーなどのものも stevespov.jp と Amazon Japan でスティーブ的視点を検索していただければ出てくるので、ぜひチェックしてみてください。日々、前進、前向きにアメリカと日本のためにサムズアップ的に頑張ってやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。
では失礼します。